皆さんこんにちは、大川祐介です。今この動画を見ている方で何かおかしいなとか、ちょっとなんかパッとしないなと思う方がいたらその通りです。はい。少し照明をいじるだけでここまで世界観が変わります。はい。今回はですね、冒頭かなり暗かったと思うんですけど、僕が YouTube 撮影をするときに結構照明って力を入れていまして、どのような形で照明をセットして、後ろのね、バックライトとかを焚いているのかっていうところを皆さんにね、ご説明できたらなと思っております。はい。でね、本来、海外のチュートリアルとか、見ていますと、大体このセットアップで、どの照明がどういった効果があるんだよっていう説明してるんですけど、それはちょっと分かりづらかったので、今回はもうさっきの、もう何も照明がつけてない状態に戻して、そこから一つ一つつけていって解説していきたいと思います。じゃあ戻します。はい。こんな感じなんですけど、今ね、スタジオで撮っていまして、スタジオマイクつけてね、話してるんですけど、基本的にこの部屋のライト、オレンジ色のライト2つあるんですけど、日本人の肌の色ってちょっと黄色がかっていて、オレンジ色を当てるとちょっと濃く見えてしまうので、なるべくこういった部屋の照明ってのはまず消します。なので消しますよ。ほっ。はい。もう超暗くなりましたね。今ね、本当はカーテン閉めて自然光は絶対入らないようにするんですけど、一応ちょっとね、気分的に開けてますと。で、これだけじゃちょっとやばいので、まずはキーライトつけます。ちょん。はい。これ超重要です。もうこの時点で、かなり仕上がってると思うんですけど、これはアパチャーの 120D というものを使っております。120D の2かな2をね、使用させていただいてるんですけど、このアパチャーの照明はもう最強です。はい。これだけでだいぶ仕上がってるんですけど、このキーライトですね。本来はこのキーライトとかバックライトとかフィルライトを考慮して、この3つでね、いい感じに仕上げていくんですけど、僕はもう基本的にはこのキーライトメインです。本来ね、外で言うと太陽のような感覚ですね。45度の位置に置くのが一番適切で、ここね、当ててちょっと顔に影ができる感じですね。で、この照明も本来ね、もっと強いんですよ。けど、フィルターをつけることによって和らげてるっていう感じです。ちょっとフィルター取ってみます。はい。ちょっと完璧ではないですけど、フィルター取るとこんな感じになるんですね。で、もう後でちょっと今インサートで入ってると思うんですけど、この強いライトを、こういったフィルターをかけて、どんどんソフトにしていくんですね。これ、手見ていただければわかるんですけど、だいぶ影が強いと思います。影が。こんな感じで。この影をちょっと和らげていきたいと思います。フィルターね、2つつけてるんですね、僕。はい。一つ目のフィルターをつけると、こんな感じ。今ちょっと垂れてるんですけど、すいませんね。一つ目のフィルターをつけるとこんな感じ。ちょっとソフトになりましたね。でもまだちょっと影が少しあるんですけど、これをもう一個ソフトなものをつけます。で、ライトはやっぱりソフトの方が、なんて言うんだろうな、強く当たりすぎないので、本来の肌の感じが現れると言いますか、結構照明はね、ソフトにやってるのがいいですよ。で、影が結構、なんかボワーっとしてきたと思います。これが結構適切な状態になっていまして、で、これだけじゃなくてね、もう一つフィルターをつけます。そうすることによって今って、照明が結構開いてると思うんですけど、それを僕だけにスポットライトが当たるようにちょっと調整したいと思います。はい。今これが最初の状態ですね。2つのフィルターを重ねて、ちゃんと僕だけに照明が当たるように調整させていただきました。ただね、ちょっとこのキーライトだけだと、すごいシックな感じなんですけど、物寂しいと。少しその後ろにね、色味とかを追加して、もっとその僕が引き立つような演出をしようと思います。なので、ちょっと後ろにね、
こういったオレンジのライトを追加します。で、最初このスタジオの、まず、元々ある2つの照明がオレンジ色なんですけど、なんでそれを追加しなかったっていうと、肌に当たるからと。けど、こっち側で追加すると、僕の肌の色ってのは、ちょっとだけ際立つというか、ここに当たってるので、少し僕の輪郭がはっきり見えるっていう印象になるので、ここはね、オレンジを使っております。で、こっちにオレンジを使って、そしたら次、ティール&オレンジ。僕の好きなこのティール&オレンジのブルーの方を追加しようと思います。はい。で、このブルーのライトなんですけど、これもアパチャーのライトでして、コンパクトなやつですね。概要欄にリンク貼っとくので、もし気になる方はチェックしていただきたいんですけど、これはね、僕の動画でもかなり出していまして、色をめっちゃ調整できるんですよ。なので自分の好きな世界観、やっぱりね、色ってね、飽きるんですよね。僕の YouTube 結構見ている方わかると思うんですけど、ピンク色のものだったりとか、青色のものだったり、緑色だったりとか、いろいろ変わってると思うんですけど、やっぱり照明の色味って変わるんですよね。自分のその時の好みによって。で、最近僕青が好きなんで青入れてるんですけど、こういった色味が調整できる照明ってのは、一つ持っておくとすごく便利です。なので、このアパチャーね、すごいおすすめです。なので、キーライトをまず僕に当てて、で、次にこのオレンジ色でちょっと輪郭引き立てて、最後バックライトですね。青色で後ろの機材並びを少しクールに見せてあげると。で、ここが、ティール&オレンジみたいな感じになって、キーライトが僕に当たっているっていう、完璧な状態ですね。で、もう一つ忘れちゃいけないのが、僕のお気に入りの Do What You Love ですね。はい。ネオンサインですね。で、これに関しては、正直いらないかと思います。結構でもこの白い光量があるんで、ちょっとホワイトバランス調整すると青色になったりとか結構かっこいいんですけど、なんかネオンサインって海外のチュートリアルとか YouTube とか見てると結構置いてるんですね。ネオンサインってなんかすごいポッドキャストスタジオみたいな、そういった雰囲気が僕あると思ってるので、ちょっとネオンサインすごい興味があったんで購入させていただきました。はい、そんな感じでね、いかがでしたでしょうか。結構スピーディーにお話しさせていただいたんですけど、至ってこのスタジオはシンプルに照明を焚いて、かつ自分の好きなね、ティール&オレンジの世界観を出しながら、撮影をしております。で、照明って本当に大事で、僕のね、1、2年前の動画を見ていただければわかるんですけど、全然なんかかっこよくないんですよ。で、照明一つ変えるだけで、ここまで世界観が作れるので、YouTuber の方とか、これからね、動画チュートリアルとかたくさん載っけている方多いと思うんですけど、こういった照明の立ち位置だったりとか、表現をね、意識していただけたらとても嬉しく思います。で、ちょっと一つ忘れてたんですけど、このアパチャーの照明ね、このリモコンで明るさ調整できるんですよ。じゃーん。はい。こんな感じで明るさをね、調整できるんで、このアパチャーの 120D2 ですね。最強におすすめなので、ぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じで本日の動画も以上となります。どうもありがとうございました。